おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は舌ビラメを使ってフランス料理の魚料理の王道ソールムニエルを紹介します。以前にもソールムニエルを紹介しましたが、その時はフィレになった状態で紹介しました。今回は丸のまま皮を剥いで骨がついたままソールムニエルを作っていきます。やはり魚でも骨がついたままムニエルにすると身の縮みが少なくてほっくりと仕上がります。材料はシンプルにパセリ、レモン、ケッパー、バター、舌ビラメになります。それではソールムニエル一緒に作っていきましょう。それではまず皮を剥いていきます。舌ビラメ、新鮮な舌ビラメよく洗ってぬめりを取って水気を切って、まず頭の方に傷をつけて皮を剥いでいきます。この皮を剥ぐ方法ですけども、頭の方からと尻尾の方から剥ぐやり方2種類あります。私個人的にはこのように頭の方から剥ぐやり方の方が好きです。なぜかというと、魚の筋肉、フィレの筋肉の流れが頭の方から尻尾の方に向かっています。それに沿って皮を剥ぐ方が筋肉を傷つけることなく剥ぐことができます。逆に尻尾の方から剥いでいくと筋肉の流れに逆らって剥いでいくので、フィレに傷をつけることがよくありますので、私個人的にはこのように頭の方から剥ぐ方が好きです。剥ぐ時ですけども、このように小さい鱗が飛びますので、フィレにつかないようにきれいに掃除してください。このようにきれいに剥げました。もし鱗が飛ぶのが嫌なのであれば、皮を剥ぐ前に鱗をきれいに剥がしてから皮を剥いでも構いません。表面が剥けたので、次は裏の面を剥いでいきます。裏も同じように頭の方から剥いでいきます。皮をきれいに剥いだら頭をまず落とします。その後ハサミを使ってヒレの部分をきれいに切り外していきます。この後水でよく血合いを洗い流して内臓をきれいに取り除いて、舌ビラメの下処理は終わります。続いてレモンの方を用意していきます。まず上と下を切り落としてこのように剥いていきます。この剥き方ですけども、プレアビーフという言い方をします。またこの動画もありますので、そちらを見てください。きれいに皮を剥き終わったら、まず果肉の方をカルチェに切っていきます。このように包丁を入れて包丁を起こせばきれいに取れてきます。柑橘系はこのようにすると簡単に実が取れます。実を取り終わったら必ず絞ってレモン汁を取っておいてください。この後レーに切っていきます。
続いてよく洗って水気を切ったイタリアンパセリの葉っぱだけをちぎっていきます。これもよく切れる包丁を使ってコンカッセにしていきます。切り終わったらカードを使って入れ物に移し替えておきます。それではソールムニエルの方、火を入れていきます。まず塩コショウで汗染めしていきます。塩とあと白コショウですねを両面きっちりと汗染めしていきます。きっちり汗染めができたらこの後粉をつけます。両面きっちり粉をつけてきっちりとはたいていきます。それでは汗染めし終わったので火を入れていきます。温めたフライパンにオイルを入れて、まずソールの表の面から焼いていきます。表の面というと茶色い皮がついていた面から焼いていきます。今回オリーブオイルを使いましたけども、普通のオイルもしくはスマッシュバターでも構いません。ただ最初からフレッシュのバターを入れてしまうと焦げてしまいますので、最後香り付けにバターを入れますけども、最初はオイルで焼いていった方がいいと思います。このように揺すりながらソールの下にオイルが入るようにしてきれいに焼き色をつけていきます。このように揺らしながらきれいに裏の面に色がついてきたらひっくり返します。ひっくり返したら油を分厚い面の方にかけて火を入れていきます。このようにレモン、先ほど切ったレモンのカスの部分を尻尾の方、薄い部分に置いて火が入りすぎないようにしていきます。分厚い部分はこのように荒押して火を入れていきます。ある程度火が入った時点でここで油を全部拭き取ってバターで仕上げていきたいと思います。この時油をきれいに取ってここにフレッシュのバターを入れてアロゼしてソールムニエルを仕上げていきます。このように少し多めのバターを入れてバターの香りを魚に移していきます。このようにムース状になっているバターをどんどん魚にかけてアロゼしながら、最後バターの香りを魚全体にまとわせながら仕上げていきます。火が入ったかどうかはこのように金串を刺してスッと通れば火が入っています。火が入っているのでここで最後ケッパーを入れて仕上げていきます。このフライパンの中に入っているバターですけども、最終的にこのままブールノワゼと焦がしバターになってソースになります。ケッパーを入れてよく香りを立たせたらパセリを今度加えてパセリにも火を入れます。またこれをアロゼして魚の上に乗せていきます。
ここでソースを仕上げるためにソールを引き上げます。ちょうどいい感じの焦がしバターになっています。最後ここに先ほどのレモン汁とレモンの出を入れて焦がしバターソースの完成になります。これをこのまま今回ソーシエに移してソースアパーで提供したいと思います。このように美味しそうな香ばしいソースブールノワゼットができました。横にレモンを添えてこれで完成になります。今回このまま提供せずにまたデクパージュします。またその動画を上げますのでそちらを楽しみに待っていてください。これでソールアラムニエルの完成です。それではお疲れ様でした。ボナペティー。